はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイ西アワーのお時間でございます。はい、では今日も一日お疲れ様でした。底辺だ。大変だ。急に江戸っ子、はい、なんか最近私たちが上げさせていただいた、直近の2つの動画がですね、おかげさまですごい回っておりまして、よく見ていただいております。はい、ありがとうございます。本当にね、反響が大きくって、チャンネル登録者の方も結構増えましたし、コメントとかもね、いろいろいただいておりまして、そうですね、皆様のね、ミュージカル、特に「レ・ミゼラブル」に対する関心の高さが伺えるなというような感じで、はい、嬉しいですね。でもうすぐね、2つ前のね動画なんかもうすぐ1000回いくんじゃないかっていうことでね、やったーみたいな。ミルクちゃんにしてみたらね、そんな程度かいみたいな。ミルクちゃんはね、稼ぎ頭なんでね、私たちは何百回でわーい喜んでますけど、ミルクちゃんはもうね5000回8000回とかね、一晩でね、ちょっと桁が違うんですよ。この子が一番の稼ぎ頭。そう、でも数字持ってる男なんでね、そうなんですよ。君ら1000回ぐらいで喜んでみたいなね、ミルクちゃんにしてみたらそんな感じだと思うんですけれども、4000回転8000回転の男だぜっていうところでね。はい、でそこでね、私思ったんですけれども、やはり皆さん非常にこうミュージカルに対して、関心が高いんだろうなというふうに思いまして、だから私たちも今後、こういうコンテンツを、積極的に出していけたらいいなというふうには思うんですけれども、ただですね、一応メインチャンネルのアイ&西デュエットの方が、一応ミュージカル専門チャンネルでやらせてもらってて、でここは割と、結構日常のどうでもええことも含めて、夫婦のゆるい雑談を発信していこうみたいな感じで始めたチャンネルなんで、さあどうしようかなっていう、今日は作戦会議をしようみたいな、なるほどね、回でございますけれども、どう思われますか？そうですね、やっぱり箸休め的にはね、どうでもいいようなおしゃべりっていうのも挟んでね、皆さんにお届けさせていただいた方がいいかな。私たちのね、なんかこう、どんな人柄とか、人間性かとか、どういう趣味趣向、どういったところにね、こう遊びに行ったりと、よりね親しみを持っていただきたいというのがね、そうですね、ありますね。私たちもできるだけさらけ出していこうかなと。なるほど。そういう意味でたわいもないおしゃべり動画もね、そうですね、やっぱりね、挟んでいかしていただいて、でミュージカルでね、私たちが何かね感じて、なんかちょっと発信したいなっていうことがあれば、それもねどんどんね発信させてもらったらいいかなとは思いますけどね。そうなんですよ。でミュージカルに特化したおしゃべりチャンネルにするほど、私たちそんなに引き出したくさんは持ってないんですよね。というのはやっぱりそんなに見に行かないじゃないですか。年に2、3本見に行くかなっていうような感じだから、だからあんまりそのコンテンツとしてその感激のこととかを掘り下げて、するっていうのはちょっと現実的にも難しいかな、なんていうふうにも思うし、あとはやっぱりそのどんな方が聞いていただいても、楽しんでいただけるような、軽いノリのね、コンテンツでやっていきたいなっていうのがあるんだけど、どうしてもミュージカルっていう風に限定しちゃうと、ミュージカルファンの方は喜んでいただけるかもしれないけど、あんまミュージカルに親しみのない方だとちょっとね、異次元の話をされてるみたいな感じにならへんかなっていう危惧が私にはありまして、でもうそういうチャンネルさんぶっちゃけたくさんあるじゃないですかっていうところなんですよ。例えば特定の作品とか、特定の例えば俳優さんとか団体とか、そのミュージカル作品のカンパニーについて語るチャンネルっていうのは、何だったらプロの方がされてる。だから我々が何かこの先おしゃべりするにしても、そこと同じ切り口ではなくて、あくまで一、視聴者っていうか、観客としての立場で、物申すけど物申したいとでだからこれがテレビだったらね、やっぱりいろんなねしがらみがあってね、自由に発信できないというところがあると思うので、YouTube で発信するにしたってね、やっぱりどっかのカンパニーに所属してる演者さんが発信するんだったらば、作品を腐したり
でなんかモチベーション下げるようなことは言えないっていうのは、言えない、そう、まあポジティブな情報しか発信できないじゃないですか。そうです、いろんなしがらみがあってね、そうあるんです。私たちは何のしがらみもノーしがらみでございます。ないいうことなんでございませんので、まあね、まあある程度の節度は持ってね、発信はさせていただきたいんですけれども、まあできるだけね、まあぶっちゃけっていうんでしょうか。そうですね。そういったところを盛りだくさんでね。そう、見る側のお客さんとして、ちょっとここがねどうにかならんかなとか、まあこういうこと感じましたよとかね、実際劇場に見に行ってね。でまあミュージカルを感激されない方が聞いても、はあミュージカルってそんな感じのなんやっていうちょっとこう興味深く思ってもらえるような。コンテンツがいいなと。あんまり深掘りしすぎることはあんまりマニアックな内容にはまあしないでおきたい。っていうかまあもうそこは飽和状態だと思うので、YouTube の世界ではね。なのでちょっとね新しい切り口で脳しがらみのこのちっちゃいチャンネルだからこそできるねちょっと鋭さでちょっと行ってみようかな。もう自由気ままに物申したいと物申したいなというふうにね思いますのでね。まあ今思いついたんですけど、まあ今時事ネタでねいろんなことがあるでしょ。そのことに関してもちょっと触れさせてもらってもいいかなと思うのよ。物申す系。物申す系。そうね。そう。いやだから例えば過去には R1 のことについて喋ったりもしたし、R1 グランプリね。で私もちょっと宝塚歌劇のあんなことがあった時に私が女子校出身だっていう話したりとか、やっぱりちょっと世の中でね今皆さんが関心あることをまあちょっとピックアップして物申すみたいな。そういうまあ総合的なチャンネルでやっていきたいと思いますんで。そうなんですよ。まあ中にはね今日はその話題はええわっていうね、今回パスかなっていうふうに思われるかもしれないですけれどもね、できればチャンネル登録をしていただいてね、そう今後の我々の発信内容ちょっとピリッとであれでしょ、なんかこんなまあ話題を話してほしいなっていうのがありましたらね、どんどん言っていただきましたら、そうなんですよ、コメント欄にね書いていただいたらちょっとご検討させていただいて、次回にねちょっとね反映させていただくかもしれないです。それは本当に立ち上げた当初から申し上げてるんですけれども、別にミュージカルでもいいし、ミュージカル以外のことでもいいし、こういうことを喋ってちょうだいとかね、なんかこれについてアイ&ニッシーはどう思ってんのとかね、まあ悩み事とかね、でも結構なんですけれどまあ一回ね物は試しでこうコメント欄に書いてもらったらね、我々もちょっとそれピックアップして、ねお返ししていけたらななんていうふうにね思いますのでね。そうですね。アイ&ニッシーアワー。私ねこの間上げた動画自分で見ててこれでいいのかなって一つ思ったことがあるんですけど、私ね「レ・ミゼラブル」のことを「レ・ミゼレ・ミゼ」って言ってるじゃないですか。あれもしかしたら「レ・ミゼ」なんかなと。正しいイントネーションが「レ・ミゼ」なのかな。レ・ミゼっていうとちょっと喋りにくくないですか、関西人的には。そうね、マクドと一緒で、レミーゼってその真ん中にイントネーションを置いた方が、ものすごく喋りやすいっていうか、つなげやすいんですよ。だからそんな感じでねちょっと関西以外の方には「なんやねんレミゼ」っていうふうにね思われたかもしれないですけれどもね、そのちょっと自分でもこのイントネーションを持ってたんかなっていうのが後で気になりました。はい、正解知ってる方教えてください。レミゼ？レミゼかな、多分ね。レミゼ。マクド。関西弁と一緒ですね。そうね、そんな感じですので。はい。アイ&ニシアワー with オカメインコ。とりあえず今回はお礼方々というか本当にミュージカルのだから、直近で挙げさせてもらったチケット代のお話と、あとはまあちょっとレ・ミゼラブルと、ミス最後にちょっと私が違和感感じてるってこの2つがね、特によく見ていただいてるなっていう感じなんですけど、それに伴って、スタンディングオベーションのお話と、あと劇団ガチ勢劇団ガチ勢の丸々された話、そうだからやっぱりそのミュージカルに関係のあるコンテンツっていうのが過去のものだけれども、一緒になってね今再生していただいてるので、本当にミュージカルがお好きな方がたくさん私たちのチャンネルをね見に来てくれたんだなってレ・ミゼラブルがねきっかけで、だからレ・ミゼラブルさんありがとうございますということでいい話題をね提供していただいてねという感じでねガブッみたいな感じでガブッてそうだからまあネタがね皆
からのリクエストでもいいし、我々が思いついたらもちろん、ミュージカルの話題はこれからも積極的にね、話していきたいというふうにね、思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をしてねいただけたらというふうに思います。はい、というわけで次回も見てください。はい、愛でした。西でした。愛&西でした。おやすみなさい。おやすみなさい。イリクちゃんです。イリクちゃんでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネル愛&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。